先輩ジャパニーズカフェへようこそ。うさぴょむです。そしてにわとり先輩です。今日もよろしくお願いします。今日はね、ちょっと身近ででも大事な話なんです。災害への備え、いわゆる防災の話です。ちょっと耳が痛いけどすごく聞きたいテーマです。その前に前回の振り返りを少しだけ。前回は手紙に気持ちを込める話でしたよね。そうそう、キーフレーズは心を込めてでした。あれから私、メッセージを一言丁寧に書くようになりました。いいですね。言葉も備えも日頃の積み重ねが効くんですよ。実はこの間、防災の日にちなんで家の備えを見直したんです。へえ、防災の日って9月1日でしたっけ？そうそう、昔の大きな地震にちなんだ日なんですよ。正直備えって頭では分かっててもつい後回しにしちゃう。わかります。多くの人がそうだと思いますよ。痛い目に遭わないとなかなかね。そうなんですよね。でもいざ何かあった時に困るのは自分で。そうなんです。今日は難しい話じゃなくて、今日からできる備えを一緒に整理しましょう。私みたいについ先延ばしにしちゃう人にこそ聞いてほしいです。ぴったりの内容ですよ。じゃあまずは身近なところから。はい。まずすぐ持ち出せる袋、いわゆる非常用の持ち出し袋から。それ買ったまま一回も中を確認してないやつです。それすごく多いパターンなんですよ。買って安心しちゃう。図星です。中身何が入ってるべきなんですか？基本は水と食料、それから明かり。最低限この3つです。明かりって懐中電灯ですか？そうです。停電すると夜は本当に何も見えませんから。なるほど。スマホのライトじゃダメなんですか？それだと肝心の電池をどんどん消耗しちゃうんですよ。連絡手段が命綱なのにライトで使っちゃうのはもったいない。その通り。だから明かりは独立したものを一つ持っておく。食料ってやっぱり乾パンみたいなやつですか？それもいいですけど、最近の非常食は意外と美味しいんですよ。そうなんだ。防災食ってもっとパサパサなイメージでした。今はカレーやおかゆ、温めなくても食べられるものも多いです。それならローリングストックっていうのもできそう。よく知ってますね。普段の食事に少し多めに買って食べた分を補う。それなら特別な準備って感じがしなくて続けられそうです。そこが大事なんです。無理なく生活の延長である。水って1人どのくらい用意すればいいんですか？目安は1日3リットルを3日分。これがよく言われる基準です。9リットル？結構な量ですね。でも飲む水だけじゃないんですよ。生活にも水はいります。手を洗ったり料理したり。それと見落としがちなのがトイレなんです。断水したら流せないんですもんね。そうなんです。それで携帯トイレという備えが効いてくる。なるほどね。正直水や食料は思いつくけどトイレは盲点でした。多くの人がそうです。でも数日も使えないと本当に困りますから。確かに考えるだけでちょっとゾッとします。だからこそ今のうちに。備えは想像力なんですよ。物の備えと同じくらい大事なのが逃げる場所の確認です。それってハザードマップで見るやつですか？そうです。自分の住む地域の危ない場所が一目でわかる地図です。市のホームページとかで見られるんですか？見られますよ。役所でも紙でもらえることが多いです。実は近くの避難所がどこかちゃんと知らないかも。それいざという時に一番怖いパターンなんです。ですよね。慌ててたら地図なんて見てる余裕ないですもん。だから平時に一度歩いてみる。これが意外と効くんですよ。なるほど。体で覚えてれば慌てても足が動きますもんね。その通り。ちなみに昔の学校では防災雑巾も使われていました。見たことあります。落ちてくるものから頭を守るんですよね。そうです。要は頭を守る発想が大切ってことなんですよ。でもどこまで備えればいいのか正直キリがない気もします。わかります。完璧を目指すとかえって動けなくなりますからね。そう。それで結局何もしないっていう。そこなんです。災害って必ず想定外のことが起きるものなんですよ。想定外か。じゃあ備えても無駄ってことですか？いえ、逆です。想定外があるからこそ土台の備えが効くんです。なるほど。基本があれば応用が効くみたいな。その通り。それともう一つ怖いのが
油断なんですよ。前に大丈夫だったから今回も平気だろうみたいな。まさに台風なんかでもその油断が一番危ないんです。毎年来るからつい慣れちゃうんですよね。ええ、でも慣れと油断は紙一重なんです。紙一重、怖い言葉だけど本当そうですね。だからこそ油断大敵。心のどこかにその言葉を置いておく。あと物だけじゃなくて人との取り決めも備えのうちです。人との取り決め？例えばどんなことですか？例えば災害の時どこで落ち合うか決めておくとか。確かに電話つながらなかったら会えないですもんね。そうなんです。大きな災害では電話は本当につながりにくい。じゃあどうやって連絡を取り合うんですか？災害用の伝言サービスや遠くの親戚を中継点にする方法があります。へえ、遠くの親戚を中継点に。それ考えたこともなかったです。近い人同士は同じ被害に遭うけど遠くなら無事なことが多いんです。なるほど。だからあえて遠い人を間に挟むんですね。そうです。こういうのは家族で一度話しておくだけで全然違いますよ。今夜早速家族のグループに送っておきます。いいですね。その行動力こそ何よりの備えです。今日聞いてて思ったんですけど、備えって安心のためなんですね。そうなんです。備えがあると不安そのものが小さくなるんですよ。わかる気がします。やることやったって思えると落ち着きますもん。ええ。だから備えは不安を煽るものじゃない。むしろ逆です。なるほどね。完璧じゃなくても一歩ずつでいいんですよね。その通りです。今日水を1本多く買う。それだけでも立派な備え。なんだかハードル下がりました。今夜からできそうです。その気持ちが一番です。焦らずできることから一つずつ。それと意外と忘れがちなのが家の中の安全なんですよ。家の中？地震の時って外に逃げる方が安全なのかと思ってました。それが慌てて外に出る方が物が落ちてきて危ないこともあるんです。そうなんだ。じゃあまず家の中を安全にしておくのが先なんですね。そうです。特に背の高い家具は固定しておくと安心です。本棚とか倒れてきたら本当に怖いですもんね。ええ、寝る場所の近くに倒れるものがないか見ておくといいですよ。なるほど。寝てる時って無防備だからそこが一番大事かも。鋭いですね。まさにその視点がいい備えにつながるんです。ちょっと褒められて嬉しいです。家帰ったら見回してみます。あと災害の時って正しい情報を知るのも難しそうですね。鋭いです。実はデマや古い情報が一気に広がりやすいんですよ。不安だとつい何でも信じちゃいそうです。だからこそ情報源は2つか3つに絞って落ち着いて確かめる。なるほどね。でもスマホの電池が切れたら情報も取れないですよね。そこです。だから充電できるモバイルバッテリーが効いてくる。確かに。私いつも残量ゼロで持ち歩いてます。これも見直さなきゃ。普段から満タンにしておく。それだけで安心感が違いますよ。小さい習慣の積み重ねなんですね、結局。まさに備えは特別なことじゃなくて毎日の延長なんです。それから人によって必要な備えは違うということも大事です。確かに薬が必要な人もいますもんね。そうなんです。常備薬は数日分を備えておくと安心です。なるほど。小さいお子さんやお年寄りがいる家もまた違いますよね。ええ、赤ちゃんならミルクやおむつ、そういう個別の備えがいります。そっか。じゃあまずは自分と家族に何がいるか書き出すのが良さそう。完璧な答えです。リストにすると抜けも減りますからね。季節によっても変わりそうですね。夏と冬とか。その通り。夏は暑さ対策、冬は寒さ対策。少しずつ入れ替える。それならローリングストックのついでにできそうです。その発想、もう立派な防災ですよ。なんかできる気がしてきました。あと一人で抱え込まないことも立派な備えなんですよ。ご近所さんとか地域のつながりってことですか？そうです。いざという時、近くの人同士で助け合えると本当に強い。なるほどね。でも最近隣の人の顔もよく知らなかったりしますよね。そうなんです。だから普段の挨拶、それが一番の備えだったりします。挨拶が防災になるなんて考えたことなかったです。顔がわかるだけで助けに行ける、助けてもらえる、それが大きいんです。確かに。明日からちゃんと挨拶しようって思いました。昨
避難するタイミングっていつ決めればいいんですか？基本は早ければ早いほどいい。これがコツなんですよ。へえ。でも何もなかったらちょっと損した気分になりません？それでいいんです。空振りでよかったって思えたら大成功です。そっか。何もなかったのが一番いいことなんですもんね。その通り。逃げ遅れるより100回空振りした方がずっといい。なんか気が楽になりました。早めに動いていいんだって。ええ、迷ったら逃げる。それを合言葉にしておくといいですよ。それとアナログな備えもまだまだ役に立つんですよ。アナログ？例えばどんなのですか？例えば電池で動くラジオ。停電でも情報が聞けるんです。スマホが使えない時の保険になるんですね。その通り。それと意外と現金、特に小銭も大事なんですよ。今ほとんどカードやスマホ決済なのに。だからこそです。停電だとその決済が全部止まりますから。なるほどね。財布に少し小銭を入れておくだけでも違いますね。そうです。公衆電話や自販機も小銭があれば使えますからね。ペットがいる人はペットの備えもいりますよね。大事な視点です。ペットフードや慣れた道具も備えておく。家族の一員ですもんね。一緒に逃げる前提で考えなきゃ。その気持ちが何より大切です。備えは優しさでもあるんですよ。優しさか。なんか見方が変わりました。誰かを守りたいって気持ちが一番の原動力になりますからね。今日すごく腑に落ちました。備えって怖いことじゃないんだ。さて、そろそろ今日の言葉を整理しておきましょうか。今日のキーになる言葉は昔から伝わることわざです。備えあれば憂いなし。もう一回言ってもらえますか？備えあれば憂いなし。備えが準備で、憂いが心配事ですよね。その通り。準備さえしておけば心配することはないという意味です。なるほどね。防災だけじゃなくていろんな場面で使えそうですね。そうなんです。例えば試験や仕事でも資料を早めに揃えておけば当日は備えあれば憂いなしですよ。わかります。試験前にこれ唱えたらちょっと強くなれそうです。ぜひ。言葉はお守りにもなりますからね。では皆さんも一緒に声に出してみましょう。いきますよ。3、2、1。備えあれば憂いなし。言えました。なんだか気持ちが引き締まります。さて今日は備えの話をいろいろしてきました。水を1本、明かりを1つ、地図を1度、今夜から始められそうです。それで十分です。完璧よりまず一歩。皆さんも今日できる小さな備え一つだけ試してみてくださいね。感想やあなたの備えもぜひコメントで教えてください。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。